やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？低音は力だ。今回紹介するのは、7Hz の新商品、レガト。7Hz というと、13mm クラスの平面駆動機軍団の中でも、特別な低音が分厚くて印象に残っている、7Hz ティメレスとか、低音がやたらめったら強い、1ダイナミックドライバ機、7Hz エターナルなんかが記憶に新しい。それから、低価格で堅実なモデルとして人気の、サルノーツゼロを含む、よりお手頃なサルノーツブランドも、この 7Hz 系に属するな。以前はより高級な商品が多いブランドだったので、なかなか手を出しづらいブランドだったんだけども、最近はより低価格の方にブランドの範囲を増やしてきているので、おかげで何かと面白い機種がつかみやすくなったブランド、という印象がある。今回紹介するのは、そんな 7Hz からやってきた、安価なデュアルダイナミックドライバーイヤホン、7Hz レガト。お値段は、7Hz としては安価な部類になる、109ドル。軽量で、高質な響きを提供できる、ダイヤモンドライクカーボン振動板を採用し、低域側はこの手のサイズ違いの2ダイナミックドライバ機としてもやたらめったらでかい 12mm に、高音の 6mm 振動板サイズのダイナミックドライバを組み合わせた、特殊な構成を持つイヤホンだ。一言で言っちゃうと変態。元も子もない。メーカーの示す周波数グラフ、構成、そして密閉度の高いハウジング、その全てが、このイヤホンがパワー系パワーイヤホンであることを示している。全ては力で解決できる。解決できないとしたらより力が必要なのだ。と、開発者が言ったかは定かではないんだけど。でかいドライバー、ごついハウジング、そして、それをフォローする 6mm ダイナミックドライバー、他に何が必要なのか、ということを、レガトは訴えてくる。PA とかじゃないかな？が、そんな野暮なことは言ってはいけない。デュアルダイナミックドライバーのパワーをそのままお前の耳で受け取るイヤホン。それがレガトだ。もちろん、ただ低音がどぎついイヤホンではない。レガトに採用されている、軽量かつ豪華なアルミ外装のおかげで、高音域側がくっきりと聞こえるので、箱出しから、しっかり高音域まで筋の通った音で聞くことができる。この手のイヤホン、高音が強くないと、スピーカーを引きちぎった後に残ったサブウーファーだけみたいな音になりがちなので、この、高音がちゃんと通るかどうか、というポイントが、そのイヤホンの価値を大きく変える要素だと思う。レガトは、DLC 振動板、アルミ外装と、高音域が潰れないような選択を2つ重ねているだけあって、重厚な低音に負けない、くっきりと印象付けられる高音域を持っているぞ。高音域は、低音域が強いせいで若干押され気味なものの、しっかりとなる金属音、金属弦、ここがくっきりしているので、レガトは聞きやすい。標準ケーブルも十分に有能なんだけど、もしさらに高音を強くしたいなら、高純度の銀メッキ線なんかを試してみることをお勧めするぞ。3.5mm にピンのケーブルが最初から付属する。円形のプラグ周りのデザインのせいで、MMCX っぽく見えるけど、実際には埋め込み部分のない、中華にピンタイプだ。ちょっと見た目はケーブル変えました。感が強くなっちゃうけど、幅広い端子に対応できる、便利なイヤホンだぞ。中音域は、自然で音量も十分取れている。が、ベース部分がデタラメにパワー系なので、曲によってはベース帯に結構押される。高音、中音域がまともなところに、真顔で全身全霊を込めて低音をぶちかましてくるのが、このレガトというイヤホンだ。DLC 振動板らしく、明瞭さとウォームさの塩梅がうまく取られていて、人間の声の表現力、という点では、女性から男性の工程を問わず、違和感なく出してくれる。レガトは低音がとんでもないイヤホンなんだけど、決して低音だけではない、というのは、高音域だけではなく、中音域からも感じることができるぞ。で、問題の低音域なんだけど、強い、その一言で片付けてはいけないのかもしれない。でも強いんだ。ちゃんと空間表現は感じられる。ある程度離れた場所から鳴っている低音。ただし、反響は広い感じではなく、密室の四隅にウーファーを置いてドッカンドッカン鳴らしてるような、強烈な低音に囲われてる感覚。ドッカンドッカン鳴る低音に怯えながら生きてここでようねと声をかけてくるまともな高音域と中音域。いや、低音くんはそんな悪者じゃないな。優しい、普通に生活してるだけの低音くんだ。身長が10メートルあることを除けばよ。とはいえ、低音がめちゃくちゃ強いイヤホン、というのは他にも色々レビューしてきた。レガトの低音は、低音を軸に、中低音、サブベースが続くタイプ。特に、サブベースが強化されているタイプと比較すると、さっぱり鳴らしきりつつ振動感を与えるような、サブベース強化型に対し、ある程度とろみのある低音が、その度に空間を埋めるような、若干ウォームさも感じる低音域だ。ただ、ブーミーすぎるかというとそんなことはなくて、アルミハウジングのおかげか音が鳴り切った後は残響もそこそこにさっさと弾いていく。めちゃくちゃ力強いんだけど、ネチネチと後に尾を引かない、爽やかな暑苦しさだ。
バスヘッドのうち、より超低音ではなく、低音の成分を好む人に支持される音作りなんだけど、低音のパワーだけでごまかしてないし、残響もすっと低くので、全体のテンポ感や解像感の低下につながらない。定時で上がるスマートな低音くんだ。個人的には、日本語のスラングである、ドンシャリっていう言葉は、低音、高音の順に言葉が繋がるんだけど、高音も言葉の意味に含まれてる通り、低音だけじゃダメなんだ、と、勝手に思ってる。レガトの場合、標準状態では、とにかく低音が強い。個人的には、これで高音もおバカに元気だったら最高だな、というバランス。で、この微調整はイヤーピースとケーブルの変更で演出できる。今回は、TRNT イヤーキップスと、ナイス HCK ハイコットンを組み合わせて使ってみた。TRNT イヤーキップスは、中高音域をくっきりと鳴らせる、変化の大きいイヤーチップ。そして、ナイス HCK ハイコットンは、純度の高い単結晶銅。どちらも、中高音域から高音域を力強く補正してくれるはずだ。で、結果は、期待通り、低音はそのまま、怯えてた高音域と中音域が一気にパワフルになった。レガトのサウンドは、高音が潰れてる、とか出てない、ではなく、控えめになっているだけなので、イヤーチップとかで減衰を減らしてやれば、一気に高音が元気になる。高音、中音、低音域が揃った、強力なパワー、あるいは、低音が支配する、個性的パワー。どっちが好きかは人によると思うけど、僕は前者の方が好みだぞ。とはいえ、付属品もしっかりと実用的だ。ちょっと大きめのパッケージを開封すると、中にはみちみちに大型のキャリングケースが入っている。こういうタイプのパッケージング、無駄がないし保護力も高いから好みだな。この大型ポーチは、猿のうつび横に付属していたものに近く、それがより落ち着いた色合いに変更されたもののようだ。付属ケーブルは、暗めな被膜が使いやすい、単結晶銅製。ちょっと細めだけど、レガトの低音を余すことなく伝達できるぞ。イヤーピースも、程よく弾力があり、かつ摩擦もしっかりある、使いやすいものだ。ただ、レガトの特性上、他のイヤピに変えると、色々と効果が期待できるので、ここら辺のパーツは変更して遊んでみてもいいな。意外にパッケージはシンプルで、これと予備のイヤピ、そしてフィルターが用意されているのみ、おかげで価格が収まっているなら、言うことなしだ。レガトはでかいダイナミックドライバーを2つ配置しているだけあって、でかい上に分厚い。ただ、外装の形状が余計なことをしていなくて、耳側から見ると単純などんぐり状の形状をしているので、このサイズをほぼすべて、耳掛けとイヤーピースで保持することになる。外装は比較的軽量なアルミ合金系の切削加工で作られているので、それほど重量は感じず、長く使うことができるはずだ。背面加工も素晴らしい。高級感がちゃんと出てる、優秀な外装形状だぞ。このお上品な見た目からあの低音がかまされるわけなんだけど。というわけで、パワー系イヤホン、レガト、実に楽しめる、おすすめ度もかなり高い。初期状態から個性的で、ケーブルなどで個性の調整をして、自分好みにするとより愛着が湧くんじゃないかな。KZ 系の低音域と比較すると、KZ の 10mm ダイナミックドライバーモデルも低音が強いんだけど、あちらに比べて中音域の表現ができてて、かつ低音域と超低音域のバランスが、KZ 系は超低音域重視で、意外と低音はあっさりなのに対し、レガトは低音、高音ともに出してくる。また、リケーブルするとわかるんだけど、意外に高音域の分離感がさっぱりとよく出ていて、8ドライバーのハイブリッド KZ とも、また違う魅力を感じられる一台になっているぞ。同じサイズの異なる2ダイナミックドライバーを搭載した TRN の MT4 や TA3 と比較すると、TA3 は最初から高音も低音と同じくらい張り合って正面からぶん殴り合ってるんだけど、レガトは、リケーブルなどで手を加えないと、高音もよくはっきりと聞こえるものの、若干低音より下がり気味からスタートする。手を加えても、TA3 ほど強烈なサウンドにはならない。TA3 がいかにデタラメなパワー系か、再度確認してもらえると思う。こちらも十分印象的なバランスのレガトが真人間に聞こえてくるぞ。また、TA3 は、派手な弾力のある低音域。ベリリウムメッキ振動板の 10mm ダイナミックドライバーを持っているんだけど、レガトはより余裕のある鳴り方をする、DLC の 12mm ダイナミックドライバーを使ってる、TFZ の大型ダイナミックドライバー採用イヤホンなんかが好きだった人は、より、それが歪みを感じない鳴り方で聞こえるような調整になっている。TFZ 好きだったら気に入るはずだ。MT4 は、いかにいい子だったってことがわかるだろう。というわけで、最初は低音番長のように思わせておきながら、イコライザやイヤピ、ケーブルの交換などで、高音域もしっかりと作っておいて後ろに下げてる、とかいう、手の込んだアホバランスを感じさせてくれるのが、レガトだ。もちろん、低音を目的に買ってもいいし、銀メッキ線や硬質なイヤーピースを組み合わせるだけで大きく化けるので、高音、
低音ともに力強く、そして、低音がしっかり土台になっているイヤホンを探している人におすすめしたい。なんかよくわかんないけど全部強いやつ。って希望の人は TA さんがおすすめだな。2ダイナミックドライバ系列機はどれもこれもかなり印象の強いイヤホンになっているので、さらに自分好みに微調整して、長く使えるラインナップが揃ってるぞ。おすすめだ。といったところで今回はここまで、まだまだ焼き鳥ケーブルで化けそうな気がする。